放浪、コート従属の記録。プロローグ。それは拾ったのではなかった。見つけられたのは私の方だった。人気のない校内通路。夕方の講義が終わり、人の気配は引いていた。なのに、そこだけがまるで誰かに見られているような気配をはらんでいた。視界の端に違和感が引っかかった。ベンチの下に小さな紙袋。白い紙袋に黒いリボン。ありきたりな包装なのにやけに目を引く。視界に入ったとき、なぜか胸の奥がざわついた。拾って届けるだけ。そう思えば理由は足りたはずだったのに、立ち止まったのはそれとは違う感情だった。袋の口は緩く開いていて、中には見慣れない黒に近い真紅の瓶が一つ。きっと誰かが誰かのために送った大切なもの。拾おうとして手を止めた。心臓が一つだけ大きくなる。その小瓶の方から自分を見つけて欲しがっているような気がした。誰かの落とし物を拾って届けるだけだから。さやはしゃがみ込んでそっと袋に触れた。その時、誰かの視線を感じた気がしたのは、後ろめたさのせいだったのかもしれない。振り返っても誰もいなかった。それなのに、しまったと先に思ったのは自分の方だった。やめようと思ったのに指が動いた。袋に手を入れると指先が硬い瓶の輪郭をなぞった。黒に近い真紅のガラス。蓋には細い金の装飾と花でも呪詛でもない何かの模様が刻まれている。手のひらに包んだ瞬間、鼻孔の奥にふっと甘い香りがよぎった。焦げた木の香り、雨の後の土の匂い、深夜、誰かが誰かの首筋に顔を寄せた時のあの湿度。香水とも違う、洗剤でもない。ずっと昔に嗅いだ気がするのに、決して日常に存在しないような、かすかで湿った香り。知ってる？いや、そんなはずはない。なのに、香りは既視感のように、心の奥の柔らかい部分を撫でてくる。この香り、嫌だ。なのに、手は握りしめていた。最初から自分の持ち物だったかのように、吐き出した息の中に香りが染み込んでゆく。内側からじわじわと染み渡るように何かが変質していく感じ。返さなきゃ、届けなきゃ。
そう思うのに足は動かない。代わりに心のどこかで囁く声がした。よく拾ってくれましたね。耳元にかかったようなその声は、その日からずっと鞘のどこかに染みついた。誰のものかもわからない、どこにあったかもあやふやなまま、気づけば手の中に知らない紙袋。一度は手を引っ込めようとした。だが次の瞬間にはもうカバンのポケットに滑り込ませていた。誰にも見られていないはずだった。言い訳も逃げ道もない。誰かのためじゃない。困っていたわけでも空腹だったわけでもない。むしろ手に取った瞬間から心臓がずっとうるさかった。やめなよって自分が叫んでいた。やっちゃえよって別の自分が笑っていた。どうせ見つかりたかったんでしょ。紙袋の中身が誰のものかなんてもうどうでもよかった。けれどもその瞬間、背後で何かが静かに閉じた音が確かにあった気がした。パタン。振り返っても誰もいない。自動ドアすら動いていなかった。ただ胸の奥にじんわりと濡れるようなざわめきだけが残った。その夜、眠りについたのは日付が変わる直前だった。勉強机の前で居眠りしかけて、気づけばベッドに横たわっていた。けれど、目を覚ましたとき、そこはいつもの部屋ではなかった。Day 1、最初の夜、香の檻で。障子の開く音がかすかにきしんだ。目を凝らす前に香が先に届く。ふわりと立ち上るのはキャラに似た、けれどもっと冷たく湿ったような香り。まるで誰かの記憶の奥底に沈んだままの香水のようだった。その向こうから静かに足音が近づく。現れたのは和装の男だった。艶のない墨のような色の着流しに細い帯。襟元から覗くのは白の襦袢。足元はまるで足音を消すような布製の足袋。黒髪は無造作に後ろに流され、前髪が軽く目にかかっている。けれどその視線はまっすぐこちらを見据えていた。お目覚めですか？落ち着いたやや低めの、けれどどこか優しさをたたえた声だった。今日からあなたはここで過ごすことになります。ゆっくりと噛み砕くように柔らかく話すその姿は、まるで春の嵐の前触れのようで不穏な優しさに満ちていた。どなた？
そう問いかけた声が自分のものとは思えないほどかすれていた。僕は霧島優と言います。淡々と名乗った後、彼は少し首を傾けた。あなたの名前は？さやは答えられなかった。ただじっとその男の佇まいを見つめた。和装という現代離れした姿なのに、なぜかこの静かな部屋の空気にぴたりと馴染んでいる。では、霧島は片膝をついて、さやと目の高さを合わせた。これからゆっくり教えてください。僕のことは差し当たって霧島くんとでも呼んでくれたら。まるで旧知の関係のような響きでそう告げた。さやとの間に安心に至るだけの距離があるように見せたかったのかもしれない。けれどそこには確かに甘い藁の香りがあった。和装の袖がさらりと畳を払う。ここは？さやの問いに霧島は穏やかに笑ってみせただけだった。まずはお体をお清めください。お湯をご用意しています。何もわからないさやを導くように、彼は手を差し伸べてくる。手を握られることはなかった。けれど、触れられていないはずなのに、手のひらが暖かくなってくる気がして。さやは抵抗も肯定もできないまま、足を滑らせるように立ち上がってしまっていた。お気になさらず、すべて夢のようなものだと思っていてくだされば。そういった彼の笑みは、夢の中の人のように綺麗だった。けれど、夢ならばあるはずの曖昧さが、ここにはなかった。どこかから漂う甘い香りも、彼の声も、さやを逃がさないほどにはっきりしていた。その日から、さやの名前を奪われる日々が始まった。水音が遠くで囁いている。夜の気配が静かな空間に満ちていた。白木の床に置かれた桶からは、湯気が静かに立ち上っている。室内は薄暗く、灯された燭台の火が壁に揺らぐ。その揺れがどこか人の気配のように思えて、さやは身をすくめた。湯の中に浮かべられた白い花びらは、見慣れない香りを放っている。どこかで嗅いだことのあるような、でも決して記憶の中のものではない。思考がふわりと緩む。かすかに甘く、鼻孔の奥に刺さる香り。体を洗いましょうか。背後からそう囁いた声に、さやは反射的に身を引いた。振り返れば、黒に近い濃紺の和装をまとった霧島が静かに立っていた。距離を詰めるわけでも、許可なく手を伸ばしてくるわけでもない。それなのにさやは、自分が逃げようとする先を
すでに知られているような気がした。自分でやります。やっとの思いでそう告げると、霧島はわずかに口角を上げた。そうですか。でも、それはいつまででしょうね。問いかけのようでいて、答えを求めていない声だった。さやは何も言えず、浴衣の襟を掴んだまま指をこわばらせた。お湯が冷めてしまいますよ。脱ぎましょうか。待ってください。気がつけばいつの間にか浴衣を脱がされる形になっていて、肌が焼けにさらされる。寒くはないのに全身に鳥肌が立つ。霧島は手を伸ばし、そっとさやの髪をすくい上げた。冷えた指先に触れた瞬間、ざわりと記憶が波打つ。夢の中でもこんな風に髪を撫でられた気がする。夢か現実かわからない。お湯が少し熱いかもしれません。ゆっくり入って。肩に添えられた指が軽く押し出すように鞘を導いた。素直に従ってしまったのは自分の意志だったのか、香のせいか、彼の声のせいか。湯が肌に触れると、その熱さに全身の感覚がヒリヒリと冴えてくる。霧島は背後で何かを用意している。金属が触れ合うかすかな音。手桶の中で泡立てる布の音。そのどれもが耳元で囁かれているかのように、鞘の神経を研ぎ澄ます。背中お借りしますね。その言葉とともに布が滑った。ぬるりとした泡が鞘の背中を撫で、霧島の指がそれに続く。待って。思わず声がこぼれた。霧島の指先が肩甲骨の際でピタリと止まる。どうしましたか？声は穏やかだった。責める響きは少しもなく、鞘の言葉の続きを静かに待っていた。嫌だと言えばいい。やめてほしいと言えばいい。そう思うのに、背中に置かれた指の重みが、なぜか鞘からその言葉だけを奪っていた。泡が肩甲骨の形をなぞるようにゆっくり広がる。霧島はせかさない。ただ待っている。くすぐったいです。ようやく逃げ込むようにそう言うと、霧島は小さく笑った。そうですか。では、少しだけ力を抜きますね。けれど、鞘の背中に触れる指は離れない。優しいのに、どこか拷問のように細やかだった。触れられることにまだ体が慣れていないのでしょう。霧島は鞘を安心させるようにそう言った。けれどその言葉は戸惑いをほどくというより、名前をつけてどこかに片付けてしまうものに聞こえた。
やっぱり自分で何を？柔らかな声だった。けれど、最後まで言わなければ伝わらないのだと突きつけるような問いだった。洗いますと言えばいい。触れないでくださいと言えばいい。けれど、そのどちらも選べないまま、さやは唇を噛んだ。夢ならいいのに、そう思った。知らない男の手で体が丁寧にほどかれていく。怖いはずだった。逃げ出したいはずだった。それなのに、命じられるまま息をして、言われるまま肩の力を抜いていると、ほんの一瞬だけ楽だと思ってしまった。そう感じてしまったことが一番怖かった。